どうもリュウクです。今回は前回開発中だったこのバックパック、これセカンドサンプルなんですけど、サードサンプルが上がってきたので、どんな風に変わったのか徹底的に解説していきたいなって思います。前回この軽量でパリッとした素材でサンプルを作ったんですが、思ったよりもこういうねバリスティックナイロンで作ってほしいみたいな声が多かったので、今回はねこっちで作ってみました。今回はその素材の変更も含めどんな風に仕様が変わったのか話していこうと思います。それでは行ってみましょう。まず最初にこのバックパックを作ってる、経緯というか背景みたいなものは、詳しくはね前回の動画ファーストサンプルからセカンドサンプルの動画で簡単に語ってるんですが、今回も簡単にちょっとだけご紹介すると、シンプルに高機能でコンパクトなバックパックを作りたいなと思って今回作っています。なんか日常からトラベルにかかったバックパックって結構いろいろ選択肢あるんですけど、日常からミニマルな日常というか、日常デイパックからコンパクトバックパックみたいな、そこの間を行き来するバックパックってあんまないなと思って、そこをちょっと今回は作ってみようかなと思って開発をしております。前回までのセカンドサンプルでどの辺が変わってきたかっていうのだけ簡単におさらいしておくと、まずサイズ感。このサイズ感はコンパクトバックパックというかスリムパックみたいなサイズ感を結構意識しているので、ファーストからこのセカンドにかけてその部分はかなり良くなったんじゃないかなって思います。あとはこのねシェルの外装素材の質感めちゃめちゃ好きなので、これはもちろんこのバージョンで作りたいなって思いますし、今回はサードサンプルはこういったバリスティックナイロンみたいなので作ってますけど、両方ね両モデル作りたいなと思ってるので、生地の選択肢っていう意味ではだいぶ固まってきたんじゃないかなって思います。あとはやっぱサイドアクセスあった方が良かったよねってとこだったり、この中のディバイダーをつけてこっちの PC のルームとこのメインのフロントポケットのルームの仕切りをつけたりとか、あとはこの辺のねフロントポケットの内部、この辺にメッシュポケットつけたり、このボトルポケットもファーストと比べるとかなりコンパクトになって使いやすくなったよねっていう部分がありました。逆にこのセカンドサンプルの改善ポイントというか伸びしろだったところが、まずはこのね拡張機構がメッシュで間違って作られちゃったので、ここはちゃんとね外装生地と同じものを使用しましょうっていうのと、あとこの拡張の仕方も綺麗に三角にならないような形だったので、ここもピシッとね三角形にちゃんと生地を切ってもらったり、あとはこの辺のトップポケットにスマホなんか入れるとやっぱりここのシルエットが崩れやすくなってしまったり、あとはこの中の裏地も結構爪とかで跡がつきやすくて、安っぽいというか、このポリエステルの裏地はちょっと改善の余地ありだなっていう感じもしますし、このハーネスもね前回はゴテゴテの路線で作ってみたんですが、もうちょいミニマルがいいよねっていうとこだったり、この辺にロードリフター欲しいよって意見だったり、フロントせっかくこんなかっこいい生地使うんだったらもうちょっとミニマルにしたいよって意見だったり、ここからねさっと出せるキーループみたいな欲しいよねみたいな、結構動画を作った後もいろんな意見を拝見して、僕もそうだなって思った部分が多々ありました。僕が感じた意見とコメント欄見て改めて感じた改善ポイントを含めて、このサードサンプルが今回出来上がったので、どの辺が変わったのかここから紹介していきます。まずは何といっても生地が変わってますよね。これは有名なバリスティックナイロン使用しているので、結構見た目的にも馴染み深い素材なんじゃないかなって思いますが、この生地ねすごくいいんですけど、やっぱり値段がすごく高いっていうのと、あと人によってはこの生地のバックパックとか使ったことない人がほとんどだと思うので、いきなり手を出しづらいっていうのがあって、やっぱり慣れ親しんだねビジネスライクで、耐久性とかあとは摩耗性みたいなものに信頼がある生地で試してみたいみたいな人もいると思うので、個人的にこの生地が好きっていうのもありますし、2モデル展開することである程度需要のカバーをしようかなっていうふうに思いました。なので2モデル
この薄くて軽い生地と、がっしりとしてて丈夫な生地、この2モデルで展開することはほぼほぼ確定してるんじゃないかなっていう感じです。で今回良くなったところで僕が一番好きなのがこの裏地ですね。結構アップで見ないと分かんないかもしれないんですけど、こうちょっとくしゃっとした感じの素材で、ツルツルはしてるんですけど、肌触りがいいものというか、あんまりこう裏地っぽくない素材を今回チョイスして、で色もねちょっと明るめのクリーム色みたいなものにしました。でこの素材なんですけど、本来は表地として使う生地みたいです。なんで、ちょっと値段を張ってしまうらしいんですが、僕のわがままを今回は実現することが一番の目的なので、使ってみようかなと思ってチョイスしました。実際ねすごく高級感があるなって思います。カメラだとちょっと伝わりづらいとは思うんですが、これ前回のね裏地ってちょっとやっぱこうパリパリしてるというかテカテカしてて、こう爪の跡とかシワとかがすごい残りやすかったんですが、色がちょっと違うんで分かりづらいかもしれないんですけど、かなりね高級感のある、なんか服とかでもこういう生地最近よく見かけますけど、個人的にすごくいいアップデートだなって思います。あとすごく地味なんですが、この PC ポケットのとここちょっと柔らかくなりました。セカンドサンプルはちょっと硬めの芯材をここに入れてたんですけど、やっぱりこう PC をドンと入れる場所に置いて、これねカチカチだと少しこう PC に傷がついてしまったりとか、やっぱ角がガーって当たったりとかすると、芯材側の破損のリスクもありますし、 PC 側もねダメージを受けてしまうっていうのが心配だったので、硬めの芯材の上に薄いスポンジ材みたいなものを敷いて今回はオーダーしました。これなんだって思うかもしれないんですけど、これ MacBook Pro 16インチと同じサイズのアクリル板です。結構重いです。これをここにこうガツンと入れようとしても結構こうサイレンサーみたいな役割も果たしますし、肌触りとか手触り感触がすごく良くなったので、ここも思い通りすごくいいアップデートだなって思いました。あとは前回ここのサイドポケットのところはこう一つの部屋でこっち側にも貫通している仕様だったんですが、今回ここの真ん中で縫うことによって真ん中辺までしかいかないようにしました。これによって、イヤホンだったりちっちゃい財布なんかがこんな風にカバンを前に持ってきた時でもこう手をね中に突っ込まなくてもさっと取り出せるみたいな、そういうアップデートになっています。ただこれ両面が今メッシュになってるんで、荷物が多いとここが圧迫されてこう手を入れると結構ね皮膚が持ってかれる感じがして、この使い勝手はもうちょっと改善の余地あるかなって思いました。あと良くなったかどうかわかんないんですけど、仕様を変えたポイントとしては、ここのボトルポケットはこう外にせり出すタイプのポケットだったのに対して、今回はこんな感じでファスナー付きの中に埋め込むタイプのボトルポケットにしました。これによってこう外側にねボトルがせり出るみたいなことがなくなったので、見た目はよりミニマルになったんですが、もちろんね水気のあるものをここにそのまんま入れると中にこう裏地の部分に浸水してしまうっていうデメリットもありますし、こっちと比べるとやっぱりちょっとこう口が狭いんで入れづらいみたいなデメリットもあったりするので、ここはね是非どっちの仕様が好きかコメントで教えてくれると助かります。僕はねどっちも好きなんですけど、実用面でいくとこっち、見た目はこっちみたいな感じですね。どうしようかなっていう悩んでるところです。ちなみにここのポケットはこの上の方まで一つのスペースになってて、このカバンの片側半分が全部一つの部屋になってるみたいな仕様なので、ここに新たに実装したループをこんな感じでキーリールをつけたりすると、結構ボトルポケットとしても使えますし、こういう鍵をさっとね取り出す場所としても運用できるっていう感じになってます。あとは超細かいところでいくと、ここのフロントファスナーの裏側にこのナイロンテープをつけて、この生地がねファスナーを開いた時に噛みづらいように変更したのと、あとこのトップポケット、ここの幅を少し長めにしたので、よりね物が取り出しやすくなったっていうのと、あとこのサイドハンドルのこう縫い付けが1箇所だったので、若干こう強度的に心配な部分があって、2箇所に
増やすことによって強度を増したっていうのと、あとはここにねロードリフターをつけたので、一応ここをグッとやることによってハーネスがこんな風に肩にフィットしやすくなって、肩への負担を軽減できるみたいなところもあります。あとはハーネスですね。このゴテゴテしたところを生地で覆ってこんな感じで見えないようにしたので、よりミニマルな見た目になったんじゃないかなって思います。あとね、この辺のディバイダーも前回よりもちょっとこうマチを持たせたりとか、この辺にループをくっつけてみたりとか、あとはここのメッシュポケットの中にもこうループをくっつけて、こういうキーリーシュみたいなのを作ってもらったりとか、いろいろ試しはしたんですが、ちょっと今のところの僕の感想としては、こっから少し削るフェーズに行かないとお互いの機能が喧嘩し合って全体として使いづらいものになってるなっていう印象を受けました。なので今回はこのサードサンプルのどこが良くなくて、どういう風に削っていって最終的にどういった製品にしていくかっていうのを、僕の中で決まってるざっくりしたイメージの話をしていこうかなって思います。まず一番最初の課題がこのトップポケットに重たいものを入れた時、なんかバッテリーだったりスマホだったりを入れた時に、やっぱりどうしてもここはね陥没してしまってちょっと不格好になってしまうので、ここはね抜本的にちょっと対策しないとなっていう風に感じました。こういったトップポケット自体僕すごく好きなので廃止だけはしたくないんですけど、なんかねこっちのロードリフターの内側にもポケットがまだ実装されてたりするんですが、ここはね分かってはいたんですが、やっぱりこのロードリフターとがっつりコンフリクトしちゃっていて、よくこのトップポケットを使うこの前に背負った状態でこの背面のねトップポケットにこうアクセスしようとしたんですが、めちゃくちゃ腕をね肘をこうやって上げて腕を中に入れないとアクセスできないっていう、かつこのロードリフターが悪さをして邪魔をしているみたいな感じになってるので、ここは廃止でいいんじゃないかなって思います。ここのポケットを廃止して、ロードリフターの方を採用するっていう感じです。あとはこのボトルポケットがやっぱタイトなので、もう少しねなんか物が中に入ってるとそもそもここで詰まっちゃったりとかして、上からね入れてね閉めたりすれば一応すんなり入ったりはするんですが、ここのかぶせの部分がちょっと長すぎるせいもあって、この開き具合が少し甘いので、ここのボトルポケットは、こっちに戻すか、このかぶせを少し縮めたりとか、なんか長さを調整したりとかして改善するみたいな方向になるんじゃないかなって思います。僕は今のところこっちの方がわずかに好きなので、こっちの方向性でいこうかなと思ってるんですが、もしねこっちの外側の方が好きだよみたいな人がいた場合は、声を上げてくれればコメント見ますので教えてください。僕は基本的にどっちも好きですけど、今のところこっち寄りって感じですね。理由は見た目です。あとやっぱこのサイドポケット浅くなって使いやすくなったのはいいんですけど、やっぱりここ荷物がどんどん下に詰まっていってしまうとこう腕に干渉してしまって手を突っ込むのも結構しんどくなってくるみたいなのがあるので、このサイドポケットの場所みたいなのはもう少し検討した方がいいんじゃないかなって感じました。あと今回もちょっとね伝達ミスみたいなのがあって、この拡張機構の部分、ここがこの背面側になってるんですけど、本当はこっちのフロント側が開いてほしかったっていうのがあって、見た目的にはこの状態になるんですけど、この拡張するスペースの位置取りが微妙に違うみたいな、そういった改善点もあります。ちなみに拡張した状態で背負うとこんな感じ、ちょっとギュッと締めるとこんな感じのシルエットになります。拡張をやめてコンパクトな状態にして背負うとこんな感じ。やっぱシルエットは結構いいですよね。なのでこのトップポケット陥没問題は絶対解決したいです。そんな感じで今回のアップデートかなり良くなってる部分あって、確実に前進はしててすごく嬉しいんですが、課題も結構出てきたなっていう感じで、このセカンドサンプルからサードサンプルにかけてかなり機能を盛り込んだので仕方がないというか、予想はしていた部分ではあるんですが、かなりいろんな機能同士が喧嘩してこっちを使おうとするとこっちが使えなくなるとか、この機能があるせいでここの機能が台無しになってるみたいなのが多発してるので、もうちょっとね削っていって、より最適な位置取りとか
最適な機能の組み合わせみたいなものをここから検討していこうかなと思います。もちろんここから新たに追加する機能もあってもいいですし、その分排除される機能もたくさんあっていいと思うので、ぜひコメント欄では今のこの形とか仕様にとらわれずに、なんかこうした方がいいとかアイデアあればガンガン書いてくれるとすごく助かります。正直こういうのはね、この作ってる最中が一番楽しかったりするので、みんなでコメント欄でワイワイ議論し合いましょう。以上になります。こんな感じでこのチャンネルはバッグのレビューだったり日々に役立つ情報を配信しています。 YouTube メンバーシップでは今僕が開発中のこのカバンの進捗情報を、サンプル来た段階で写真を共有したりワイワイみんなで議論し合ってるので、気になったらぜひ覗いてみてください。X、Instagram、TikTok、ポッドキャストもやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、通知登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。